現地時間7月20日、スペース X はファルコン9ロケットの打ち上げに成功し、韓国初の軍事通信衛星を軌道上に乗せたと報じられています。これは韓国が第3次 FX 事業と呼ばれる戦闘機配備事業で次世代ステルス戦闘機として F35A を選択したため、その契約の中で韓国軍に提供されることが決まっていたものです。この軍事衛星はアナシス2と呼ばれ、エアバス子会社によって作られたユーロスター E3000 をベースにしたものだそうです。エアバス子会社のエアバスディフェンス&スペースが製造し、ロッキード・マーティン社との契約で韓国軍が所有権を持つことができたそうです。ユーロスター E3000 は汎用衛星として商用や軍事通信用として幅広く採用されているとのことです。大手の通信衛星運営会社が多く採用していて、各国の衛星放送などに使用されているようです。韓国軍はこれまで無分波5号を使用していましたが、これは軍民共用衛星で、2012年に北朝鮮の電波妨害攻撃を受けるなど、軍事用としては十分な機能が提供されていませんでした。2014年には太陽の黒点の活動によって太陽光パネルが故障。後続機として2017年に今回と同じスペース X のファルコン9を通じて無分波 5A を打ち上げ、これも民間通信衛星であるため、電波妨害攻撃を受けるとされていました。今回のアナシス2の打ち上げによって、韓国初の軍事専用通信衛星が運用開始となったわけです。もちろん電波妨害攻撃にも耐性があり、これまでよりも情報処理速度の向上、通信可能距離の拡大など軍用に耐えうる設計だそうです。軍関係者は、最初の軍専用衛星の確保は戦時作戦統制権返還のための重要な戦力の確保と関連している。韓国軍の単独作戦遂行能力向上が期待されると話しているそうです。これをきっかけに監視偵察、早期警報衛星など宇宙国防力を段階的に確保していきたいとしています。編集所管。韓国は千里眼と呼ばれる静止軌道衛星3機と地球観測など多目的用途のアリラン、こちらは現在運用中は3機のようですね。数勘定が合っていれば現在運用されているものとしては7機目ということになります。いずれも打ち上げは海外のロケットに頼ったわけで、韓国としては将来的には自国のロケットで打ち上げたいと開発を進めています。人工衛星についてはここ10年足らずで韓国航空宇宙研究院が主管して開発できるようになったようです。今回のアナシス2については軍事用にするということで、ロッキード・マーティンがエアバス子会社に製造を委託するという形で製造されたようです。なので製作には直接携わっていないものと思われますね。ユーロスター E3000 は汎用衛星で、千里眼1号もこれをベースに作られたようです。千里眼の 2A と 2B や、アリランの現行及び後続機も航空宇宙研究院の独自設計ということです。人工衛星に関しては韓国も自国で作る力はあるようですね。各種部品は海外製が多いようですが、このユーロスター E3000 は軍事用にも使えるとなっていますが、軍事用として使っているのは韓国が初めてではないでしょうか。ほとんどが放送などの民間通信用で、52機あるとされている全てを調べたわけではないのですが、軍事用はなさそうですね。通信という点においては妨害電波攻撃対策の他に何か違いがあるのかな？おそらくあると思うのですが、そのあたりは軍用設計に強いロッキード・マーティン社が受け持ったということのようです。当初は昨年に打ち上げ予定だったようですが、スペース X 側の特定不能な技術的な問題で延期されたということだそうです。ちょうど時を同じくして米韓の国防長官による電話会談で戦時作戦統制権の返還について議論が行われたようで、ムン・ジェイン政権の任期中返還のために調整が行われているようです。軍関係者はこれで弾みがついたみたいに言っているようですけど、会談の内容を見ると一応関係はあるようですね。条件として核やミサイルに対する初期必須対応能力が挙げられていて、今回の衛星がこれを補完するということでしょうか。ただ選択権の返還についてはこれまで寸前のところまで来ながらも、韓国側が怖いからもう少し後になどと言って遅らせてきたと認識しています。ムン・ジェイン大統領はいよいよ本気ということですから、このままいけば任期内にというところなのですが、思わぬ障壁があるようですね。米韓連合で様々な項目の検証評価を行う必要があるとなっていて、これが連合軍事訓練の延期で行えない状況ということです。3段階中の第1段階は終了していて、今年は第2段階の評価をする予定が、できずに全体のスケジュールが遅れているということです。
こうした手続きについては詳しくわかりませんけど、何度か寸前まで行ったのだから、今回ははいどうぞという形でパッと返したりできないのでしょうかね。いろいろ調べていると、2012年のヨンピョンド砲撃事件の時、当時の米国側の作戦部長に電話をかけまくって指示を仰いだことから早すぎるという議論が米韓双方から巻き起こったとか、自衛くらい自分で判断してやってよというのが米国側の見解だったようですけど、保守側に米国との連携が薄れると危機感が生じたようですね。また、以前も紹介しましたけど、米韓連合司令部は国連軍司令部の下位に位置することから、韓国が選択権を取り戻しても、国連軍の統制下に入るので何も変わらないという意見もありますね。衛星の話に戻しますと、理屈っぽく言えば選択権返還につながるわけですが、これで直接的に加速するというのはないと思いますね。韓国軍側の気持ちの問題というだけでしょう。アリランの航続機も完成次第打ち上げるそうなので、次は自国のロケットで打ち上げられるといいですね。あ、ロケットは開発が遅れてるから無理か。衛星の開発も遅れてるって？そういえば月面探査計画はどうなったんだろう。はい。私がまとめます。できるの？今回は準備してきたんで。じゃあお願いします。ですね。とかいらないから早く読んでよ。大丈夫です。ですね。飛行機をアメリカからたくさん買ったら人工衛星がついてきたので、アメリカのスペース X にお願いして打ち上げてもらいました。おしまい。あ、成功しました。おしまい。多分みんなそのくらい理解してると思うけどありがとう。今度からそれニュースの冒頭に入れよう。白雪さんのニュース要約。毎回やるんですか？無理。私がそれとなく修正してあげるから、アホっぽくならないように。面倒くさいですね。いや、視聴者としては概要が先に分かった方がいいかなと思って、産業まとめみたいな感じで。じゃあ101回目からはそうするということで。いや、次からかどうかはわかんない。100回ですね。無視します。まあこれで北朝鮮の妨害電波攻撃には強くなったということでめでたしということです。妨害電波って通信できなくなったりするんですよね。よくそんな状態で戦おうと思いましたね。GPS もたびたび攻撃を受けていましたけどね。そうなんですか？北がロシアからいい機械を買ってきていたらしいですよ。GPS って弱いんですね。電波ですからね。韓国軍が使用しているのは民間用ですし。ああ、なんかよく聞く話ですね。まずいんじゃないですか？まずいよ。だからお金を払って日本の導きを使わせてもらおうという案もあるようですね。安倍政権の時は無理そうですね。そうですね。でも莫大なコストをかけて構築したので、高額を請求するというのもありかもしれないです。韓国は自分で作らないんですか？ロケット打ち上げられないから。また乗せてもらえば。あれも安くないんですよ。日本は自分で打ち上げられるからといって、一度にいくつも人工衛星を乗せたそうですよ。韓国もそういうことをしたいんじゃないですかね。そうでなければ莫大な開発費と時間をかけてロケットを作る意味がないですから。大変なんですね。今回の人工衛星って何をするんですか？軍専用の通信衛星だそうですよ。大容量のデータを処理できるようなので、韓国軍の通信環境は大幅に改善したでしょうね。すごいんですね。すごいんです。じゃあこれで米軍がいらなくなるってことですね。残念ながらそんなに飛躍しないんですよ。飛躍しすぎですよ。あ、そう。じゃああまり意味ないんですね。だから地味に意味があるんだってば。地味なんですね。おまけでついてきたものをあげただけだからそんなもんですよ。そっか。おまけだったんだ。白雪さんは夏休みってあるんですか？有給が残ってます。 4 連休は？お風呂屋さん行ったり。何もなし？そうですね。ベランディングしたり。どこか行かないの？行かないです。雨ですよね。そういうことじゃなくって、夏休みとか。お散歩します。どこ？そのあたり。近所？いえ、結構遠くまで行きますよ。何時間くらい？一緒に行く？いや、だから何時間くらい？去年の夏も夜に長散歩したんですけど、道に迷って目的地に着かなくって。それでスマホで地図を見ながら歩いて。なんで最初から地図見なかったの？行けると思ったから、
どっちにしろ行きは見ても迷うんです。それでなんとかたどり着いて、そこからまた迷いながら歩いて帰りました。帰りは大丈夫ですよ。長い散歩というよりただの迷子じゃないの？そんなことないですよ。長散歩です。で、何時間？ 4時間。げげ。最初は2時間の予定だったんですけどね。迷ったから。それに一緒に行こうと？うん。行こう。やめときます。なんで？私も地図を見ても迷子になるタイプの方向音痴だから何の助けにもならないし、ろくなことにならないと思う。大丈夫ですよ。スマホの電池が切れなければ。怖っ。